こんにちは、あきこです。スピリチュアルなことをね、やるときの環境とか、なんかどういうふうに、日常やってるかっていうので結構びっくりされることが多いから、それをね、お伝えしたいなと思います。よくさ、やっぱスピリチュアルなこととかさ、神聖なことっていうふうにみんな思うじゃない？神聖なことってなんだろう？逆に神聖ってなんだろうね。なんかよくわかんないけど、とにかく場を整えたりとかさ、すごくこう自分のこうなんていうの、浄化してからいろいろやるとかあるじゃないですか。いやもちろんそういうのやってもいいのかもしれないけど、私は全然やってないですね。必要なのかな、そういうのって。まずさ、いつもチャネリングやってるところとか、仕事周りとかさ、なんかほら、こうなんていうの、綺麗に場所を掃除してとかあるじゃん。もうね、私の机の上とか山盛りで埃かぶってるからね、汚いんですよ、すごい。物質に私ってか宇宙人じゃん、きっとみんなもそうだと思うけど、物質に慣れてないから、なんかこういう掃除とか苦手って人多いんですよね。そう、みんな大体言うんじゃないかな。掃除が苦手、片付けが苦手とか、みんなこういうスピリチュアルなことやる人みんなそんな感じだよね。これは地球が本当に独特のさ、物質化してるからだと思うんですね。そうだから別にこうやるときにスピリチュアルなことやっててさ、チャネリングやるときに私の机の上は山盛りに埃かぶってて、山盛りに汚くごっちゃごちゃになってるんですよ。なんかそう、こういうのとか、こういう紙とかもこんな山盛りになってるんですね。でもいいんです。全然そんなの気にしないし、見てないし、クリアに情報を取れます。あとだからチャネリングやるときってさ、なんか歩きながらやるといいんじゃないかなと思うんですよ。ちゃんと座ってこうやってやって場を整えて、ふーみたいな、瞑想してとかさやりそうですけど、歩きながらやればいいじゃん。歩きながらやってる私は。ブロック解除もそう、潜在意識のブロック解除も歩きながらやってるし、前世見るのも歩きながらやるし、意外とそれぐらいの気持ちの方がよく見えます。ちゃんとだからちゃんとやらないと、場を整えてから、すいません、場を整えてからやらないとっつってたら、毎回その環境を作んなくちゃいけないわけじゃない。それだけの自分が課題みたいな感じのものを自分にさこう与えちゃうんだよね。あれやってこれやってからこれやるみたいな感じでなっちゃうから、なんて言うんだろう、もうさ、そのやるまでに億劫になっちゃうんですよね。もう部屋が、じゃあ部屋きれいにしてさ、場を整えてからって言ったら私なんて一生できないよね。クリスタルとかもさ、一応持ってるんだけど、ほこりかぶってもね、なんか大事にあんましてないっていうか、なんかそういうところよりも自分の心地よさ、だから綺麗にしたかったらするし、したくなきゃしないしっていうとこだから、全然なんて言うんだろう、そういうさ形にとらわれてないんですよね。だからとらわれることが多分結構多いから、地球の中っていうのは。そうだからそういうのをちょっと疑った方がいいっていうのかな。自分でこうしてこうしてこうなったらいいみたいな感じでさ、いっぱい決めちゃったり、そういうのを教えてる人もいるしさ、習ってきてると思うんだけど、やらなくていいことがたくさんあるってことですね。それよりもやっぱりいっぱいやった方がいいんですよ。楽しんで気軽にさ、なんだろう、やることが楽しいじゃん。前世とかさ、チャネリングとか、ブロック解除とかさ、ヒーリングもそうだと思うんだけど、なんかすごく楽しいことなんですよね。だから意識の探求だったりするから、前世とか見ることとかはさ、そうなんかそれを気軽にやるために、いろんな課題をこうなんて言うんだろう、載せない、自分にさ、ノルマみたいな感じで、あれやってこれやってこれやってから始めるとかやると、もうね全然数できなくなっちゃうから、それよりも本当に気軽に買い物中に、なんか前世見てみようとかさ、なんか、なんだろうな、カフェでお会計終わった後に暇な時に、ハイヤーにつながりますとか言ってさ、やってこう、なんだろうね、ハイヤーセルフにつながって、なんか会話してみるとかさ、そんな感じの気軽さがすごいね、いいと思います。楽しいよね。
だからなんかよくさ、まあ目開けて、私例えばそうチャネリングとかもやるし、ブロック解除とかも全部目開けてるんだけど、まあ最初のうちはさ、やっぱちょっとこう視覚が優先になってくるから、すごくこう目に入ってくる情報が多いんですね。だから目つぶっててもいいんだけど、今はもう全然目開いてるし、なんていうの、環境とか全然音とか鳴ってても全然気にしないんですか。てか鳴ってたんだみたいな、気にならないんですね。これはなんでこうなのかっていうと、私が歩きながらいつもやってるからですよ。やってた。日本にいる時に、私子供が小さくてさ、仕事が決まんなくて、スーパーの店員だったんですよね。スーパーとかさ、もうほんと落ちぶれたなみたいな私思ったんだけど、なんかひどいよね。いや、スーパーやってる人が悪いとかじゃなくてさ、まさか私人生のうちにスーパーの店員になると思わなかったって感じだね。でもやっぱそれでさ、いつも仕事さ、やってもしょうがないから、仕事中によく前世見たりしてたんですよね。そしたらさ、やっぱさ、前世見ながらさ、仕事してるとすごい楽しいんですよ。もうなんかお客さんとかそこら辺に見てもすごい笑顔なんですね。なんか私の前世も今頑張っていて、いらっしゃいませみたいな感じで、なんかこう見ながら仕事してるみたいな、そんな感じのことよくやってたな。あっという間に仕事の時間も過ぎちゃうし、まあそれぐらい別にあんま責任ない仕事だったからっていうのもあるのかもしれないけど、いや楽しかったよ。そういう感じでやってた。だからちょっと普通の人と違うのかな、こういうのみんなどうしてんのかな。でもあれやってこれやって、だから場の浄化とか、場を整えてから、なんだ、浄化してってさ、やってないんです全然。だってつながっちゃうから、みんな意図したらつながっちゃいますからね。待って、あそことつながる、こことつながるってさ、自分が決めるだけですよ。自分で意図したらどこでもつながっちゃうわけだから、まあすごい楽しいですよ。私はなんかこういう意識の探求が好きなんですよ。楽しくてやってるから。もちろんさ、なんかこれでね、最初のうちはもうお金がなかったから、これを仕事にしてやっていかなくちゃとか思ってすごい力入ってたんだけど、その時はやっぱり全然見えなかったよね。全然力入ってて見えづらかったし、けど途中からなんかちょっといい加減になってきたんですよね。やっぱだんだん楽に、習った時にいい加減にやっていいっていう感じに習ったから、それがだんだん自分も本当にそうだなって思うし、実践していったら本当に楽なスタイルでやってるから、どんなとこでもできるし、なんだろうな、一つさ、やっぱりスピリチュアルなこととか一生懸命やるといいと思うんですよね。いっぱい習ってさ、知識とか技術だけを知ってるんじゃなくて、それをいかに自分に生かすかだと思うんですよね。人のためにこう生かすものっていうよりも、まず自分自身のためですよ。自分のために生かして、それを人のために生かすってことだから、自分でやるのにさ、毎回場を整えてたら大変だよ。そんな感じですね。だからもう本当にね、未だにというか、私もこういうことをお伝えしてますけど、自分でも大好きでよく毎日やってるもんね。さっき見てたのは最近そうだな。そう旦那さんがさ、お腹下してて、よくおならすごいんですよね。寝てる時にさ、ここでおならブーってされるから、ひどいとか思って、ひどいみたいな。毎回さ、朝起きるたびにおならの音で起きるとかがあるから、おならの匂いで起きるとかさ、こんな感じの、ブロック解除とかやったりさしてる。そうすると全然許せるんだよね。たくさんいろいろ使ってますね。やっぱりね、自分のためにいかに生かすかなんじゃないかなと思うから、気軽に歩きながらがいいっていう感じです。で、部屋は私めちゃくちゃ汚いです。これはみんな物質に慣れてないから、しょうがないんですよね。あんまりもともと波動で宇宙から来てるから、物質っていうものにあんま慣れてないんですよ。だから汚い。クリスタルもあんま大事にしない。もう本当になんか
ちゃんとしてるさスピリチュアルな人からしたら劣等生みたいなさ、劣等生って言うんだっけ、なんか全然ちゃんとしてないんだけどいいじゃんみたいな、何どうした？あ、冷蔵庫の中入ってたよ。今パンツにねちょっと漏らしちゃったみたいでガムチャしてたね。今ガムチャ布巻いてたね。大変なのね。そんな感じです。そう、とにかくねみんなちょっといい加減にやった方がいいですよ。あ、そうだ、今度パートナーシップのことも面白いからね次の動画であげたいと思います。ではでは。